またか。パパ、月夜になる鐘か。誰のいたずらか知らんがロマンチックだな。いくら絶えなる金の値でもこう毎晩立て続けに引かされたんじゃたまったもんじゃありませんじゃなかろうじゃないですか。所長は何をしてるんですか、一体所長は。金の音よりお兄様の声の方がよっぽど騒々しくってよ。何うるさいって。今日という今日は何としてでもいたずら者を踏んじまってやがる。今夜こそ逃がさんぞ。隠れててもわかるぞ。出てこい。今夜こそ犯人を踏んじまってくれる。なんだ、クモの巣が引っかかったのか。ということはここしばらくあそこに登った者はいないということだな。はて。逃げ足の速いの速くないのって私の手に余る事件ですな。手がかりといえばこの露草の葉が2枚。いや困りました。所長、言うてみたれば困っているのはあなたより我々ですぞ。どうしてくれるんですか。いやだからこそ私は全力を挙げてですな。所長さん、風が吹いて鐘を鳴らしたとは考えられません？もちろんその点は調べました。近頃そんな大風は吹いていません。昨べが風速3メートル、一昨日が2メートル、いずれもそよ風だ。それくらいの風であの重い鐘が動くはずがない。となると言うなればはた言うなればですな。わかった。いいですかな皆さん。あの鐘は去年のクリスマス以来鳴らしていない。我々は1年近くもあの鐘を使っとらんことになる。ですにからにしてにからに神々様がお怒りになったんじゃ。鐘が錆びつくことを心配なさった神様が鳴らしていらっしゃるんじゃよ。神様ですって。だったらじゃんじゃん鐘鳴らしてやればいいじゃないのよ。なんということを。聖なる鐘を用もないのに鳴らしてみなさい。それこそ罰が当たるというもんじゃ。罰が。どうじゃろう皆さん。かくなる上は原因究明のためにですな、鐘を外して調べてみれば。いかがなもんでしょう。私賛成です。大賛成。言うなればそれ以外に方法はなさそうですな。致し方あるまい。では皆さんのご協力のもとに早速取り掛かりましょう。なるほど。そういうわけで鐘を引き下ろすことになったのか。すごい秘密が隠されてるのかもしれないね。さてどんなことになるかな。もう少し右。右だ。右だよ。右行き過ぎた。もっと左。ポチッと左だ。よしそんなもんだ。では皆さんしっかり押さえててくださいよ。はいはいはい。よいしょよいしょよいしょ。なんか誰ですか一体。こんな時にいたらやめなさいって言って。ニョロニョロじゃありませんか。あっちからも。やめなさい。こらもっとしっかりもっとなんか。助けてくれ。所長さん大丈夫ですか。ちゃんと持っててくれなきゃダメじゃないか。この変更女人がというのに。大丈夫かな。一体何がどうなっとるんじゃ。それがそのニョロニョロが私たちにつきまといまして。これどうしたことじゃ。我々を包囲しようというのか。ちょっとなんだ。夜な待ってなさい。彼らに触れると感電しますぞ。何やあんたたち。私たちに何の恨みがあんのよ。僕たちをどうしようって言うんだよ。言うこと聞いた方がいいわ。この変更女人めがなんたる侮辱ですか。早くどなたか何とかしてください。
あれをご覧なさい。おい、ちょっとその鉢をどうしようというのだ。これ返しなさい。って言うことを聞かんと逮捕しますですぞ。やれやれ、なんということだ。まるで我々の作業を邪魔してるみたい。バカなことをおっしゃいまするな。なぜニョロニョロが我々を邪魔する必要があるんですか。いや、それは単なる偶然の一致でしょう。なんとなく何かがありそうですわ。あら、ニョロニョロが。はて、まさにムーミンパパの言った通りのような、通りでないような。なんたるたわけたことを。もう所長までが何という。我々はヘンニョロリンにバカにされたんですぞ。いいですか。事件はますます奇怪な様相を呈してきおったぞ。何？ニョロニョロが現れた？僕は偶然の一致だなんて思えないよ。そうよ、きっと何か訳があるに決まってるわ。おそらく。そりゃいかんとは言わんがね、ムーミン。わーい、じゃあ行っていいんだね。もちろんだ。しかしね。しかし何なの。いや、月夜と金とニョロニョロとは全くもって神秘な組み合わせ。できることならこのままそっとしておいてほしいとじゃ思って。あ行っちゃいけないの。いや、その一方で全部を知りたいという気持ちもあるんだな。パパったら欲張りだな。そうかな。私はとにかく原因さえ分かってくれたらそれでいいわ。なんだか気味が悪くて。僕に任しといて。はあ、よし、つけてみよう。この突き当たりは湖だよ。ニョロニョロたち水飲みに来たんじゃない？行ってみよう。露草の葉を取ってる。いやはや、なんともじっとしておられん気持ちだ。今飛び出したら彼らに警戒心を起こさせるだけだよ。でも。行き先は分かっている。先回りして待ち伏せしよう。ニョロニョロは本当にここへやってくるの？来ると思う。パパ。びっくりした。もうびっくりしたよ。脅かすつもりはなかったんだがね。いや、悪かった。いや、なんとなくパパもここへいらっしゃるんじゃないかって気がしてました。はあ、お互い物好きだ。あれ、来た。
ひらはった。言うなれば、まさに言うなればくだらない。夜ごとの金の値がニョロニョロのいたずらであったとは。皆さん、私は断じて我慢ならん。我がムーミン谷の聖なる金をじゃ、ニョロニョロたちにおもちゃにされて黙ってるわけにはいかん。まあまあ、ヘムレさん、あんたの気持ちはよくわかる。だからどうしろとおっしゃるんです？ニョロニョロの手から我が教会の金を守るのです。しかしヘムレンさん、あなたのご意見はいささか強引すぎやしません。なぜじゃね、どうしてかね、ムーミンパパ。いや、何と言ったらいいのかな。つまりニョロニョロもムーミン谷の住民であるという。それはどういうことじゃね。ニョロニョロにだってですな、金を使う権利はあるという。彼らが金を使うですって言うなればバカバカしい。彼らのいたずらを見逃そうとおっしゃるんでしょうか、ムーミンパパ。あれは絶対にいたずらなんかじゃありませんぞ。いたずらでないとすると一体何なのですか、何なのですか。それはそれご覧なさい。皆さん、私はニョロニョロと戦争をしてでも教会の金を守りたいと思います。みんなちょっと待ってよ。僕ニョロニョロの島へ行ってくる。きっとなんかわかるよ。だからそれまで待ってて。ニョロニョロの島へでしょうか。お兄様、ムーミンのお願いを聞いてあげて。いいでしょ、いいでしょ。どうせ無駄なことだとは思うが。気をつけてな。ムーミン、結果を待ってるよ。はい、じゃあ行ってきます。よこらよいしょ。あれ、君たちも行くの？当たり前でしょ。さあ早く船を出して出して。オッケー。みんなが一緒ならなおいや。よいしょ。頼んだよ、ムーミン。待ちなさい。待ちなさい。お前まで何が言ってた。お前まで行くことはないじゃ待て。どんどん返しなさい。戻しなさい。戻しなさい。返しなさい。まったく大人ってしょうがないよね。本当にそうね。ワイ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 言ってるだけですもの。だから僕たちが苦労しちゃうんだよ。ニョロニョロの島へ着けばなんかわかるわ。あ、もうすぐだぞ。ムーミンたち、もう着く頃ですね。素敵な秘密を掴んでくるだろうな。食事の支度もせずに行ってしまってからにしてにがこういう不便をなんですか言うなれば。お目目焼きがバカにしよってからなんたる扱いました。なんたる非常識ですかそれは。ね人のうちに無断で上がり込むとは。今日はやけに数が多い。どうしたというんだこれ。ねちょっとみんなこっちの方にも一匹もいないよ。変だな。ニョロニョロ島にニョロニョロが一匹もいないなんて。これだけ探してもいないんだからやっぱりいないのよ。誰だろう。怖いな。誰だ。やあ、ムーミン。スナフキン。びっくりさせないでよ。ごめん。君たちが来るってことを聞いて先回りしたんだよ。だけど無駄だったよ。そうかな。ニョロニョロが一匹もいないってことだけでも大発見じゃないかな。一体どこ行っちゃったんだろうね。さあね。あ、みんなが。ミーたちを迎えに来てくれたんだわ、きっと。まさか。そう、何かが起きたのかもしれない。パパ、みんな海岸に出てどうしたの？君たちの留守にえらいことが持ち上がったんじゃ。一体どんな騒ぎが起きたんです？諸君、信じられないだろうが、ムーミン谷はニョロニョロに占領されてしまった。どうしてニョロニョロ島には一匹もいなかったはずね。
占領というと？いやなんというか占領は占領じゃよ。いや、ですからあの時追っ払っちまえばよかったんですよ。言うなればですな、我々は彼らにひどく馬鹿にされておるんですよ。スノー君、たとえ所長が千人力でもこのニョロニョロの大軍を追っ払うのは無じゃあ理という。どうすればいいんですか？いいんですか？できることはですな、ただひたすら彼らが引き上げてくれることを祈るだけです。そのようなバカを。ニョロニョロのおかげで思わぬ楽しい夜になりそうだな。暑いから気をつけてね。どうも。ピクニックに来たみたいだね。波の音を聞きながらのお食事、なんてロマンチックなんでしょう。お兄様も召し上がれば。結構です。私には耐えられません。あんな変故書林に追い出された挙句、ルンペンのように食事をとるなんて、ああ嫌だ。言うなれば嫌だな。皆さん、ニョロニョロが大移動を始めましたよ。ありがたい。このまま引き上げてくれるのかな。そうじゃなさそうですぞ。彼らは教会へ向かっています。また教会ですか？教会に何があると言うんですか？行ってみようよ。どうやら彼らのドラマの大詰めを見られそうだね。なんだか胸がドキドキするわ。驚いた。わしは長年ムーミン谷に住んだのがこんな風景を見たのは初めてだ。言うなればあれは一体いわば詰まるところ何だったんでしょうな。いいと。パパはどう思う？どんな風にでも想像できるね。例えばニョロニョロの結婚式だったってのはどうかね。ニョロニョロの結婚式。素敵ですわ。ロマンチックね。するとムーミンパパ、この葉っぱは何のためのものだったんですか？わかった。ニョロニョロは
結婚式のためにこの葉っぱで金を磨いてたんだよ。なるほど。しかし本当のところはわからんだろう。そう、ニョロニョロほど神秘的なものはありませんからね。うん。永遠の謎は永遠の謎のままの方がいいのかね。翔くん、スナフキン君が村を追い出されることになりました。月食の晩、ムーミン谷を襲ったコウモリの大群。みんなはこの晩現れたコウモリに噛まれたら吸血鬼になるという言い伝えに怯えきっていたのです。ところがみんなの気持ちをよそにスナフキンがコウモリを隠しているとの知らせが入ったのです。さあ大変興奮した村人はスナフキンのテントに押しかけたのです。では来週のムーミン赤い月の呪い、ぜひね。パッパ。諸君、楽しみにしていた仮面祭りがやってきました。もう大人も子供も朝からワクワクそわそわ、一年に一度好き勝手なお面をかぶって遊ぶんですからな。そりゃ楽しいのなんのって。お面はね、お祭りになるとどこからともなくやってくるおじいさんがくれるんですよ。ところが大変なことに、おじいさんがダメだと言ったお面をかぶったスニフ、そのお面が取れなくなってしまったんです。では来週のムーミン笑いの仮面、ぜひね。パッパ。